ちょっといいかな、レビアタン。君に頼みがあるんだけど。シメオン？なんだろう。とりあえず部屋に入っていいよ。それで僕に頼みって？ありがとう、レビアタン。実は今日更新されるオタク FM の最新回を一緒に聞かせてほしいんだ。オタク FM を一緒に聞きたい？そんなことなら大歓迎だけど、なんでわざわざ僕の部屋？しばらくの間メゾン煉獄の電子機器に触れることを禁止されちゃってね。シメオン、メゾン煉獄で何やらかしたの？いや、別に大したことはしてないんだよ。ただ電子機器のケーブル類を整理していたら、クラーケン飼って見間違えるくらいの見事なタコ足配線が出来上がったんだけど、なぜかショートしちゃって。クラーケンばりのタコ足配線なんて見たことないけど。おや、そうこうしている間にもうオタク FM が更新される時間じゃない？パソコンの電源俺がつけるよ。いやー、僕の部屋の機械には触らないで。オタク FM アニメ&チルシーズン 2。皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーやアニメオベイミーシーズン2の情報など、様々なオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に発信していく番組です。さあ、そんなオタク FM アニメ&チルシーズン2の第9回を一緒に盛り上げてくれるのはこの方です。どうぞ。はい、皆さんこんにちは。天海代表の留学生、そしてルークの保護者、シメオン役の平田優です。よろしくお願いします。天海大会って何ですか？天海大会もしょっぱなで買いましたどんな大会なんでしょうか？緊張してる、久しぶりすぎて。そんな緊張することないでしょ。前回が半年ぶりですもんね。いやー、そんなに経ちますか？早くないですか？早いね、あっという間ですね。まあ平田さんはオタク FM ミニ、第4回にね、登場していただきまして、本編は今回が初出演ということでございますけども、前回より長く喋れるってことですね。喋りたいんですか？喋ることがいっぱい。楽しみにしてます。おっと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 、じゃあ早速いろいろ聞いていきますか。わかりました。本当に平田さんについて、前回からだいぶ空きましたけども、平田さんの、最近はどんな感じですか？最近ですか？最近平田さんは最近どんなことを考え、どんなことを思い、どんな風に過ごしているのかっていうね、掘り葉掘り。最近か。めっちゃ悩むやん。最近ハマってるものとかをね、掘り葉掘り聞いていこうかなと思うんですけども、皆さん気になってると思いますよ。多分結構、キャスト陣の中でも謎に包まれてる存在じゃないですか、平田さんって。だから何が趣味であるとか、何が好きであるか、だからミニではなかなかそういうのを確かに僕自身の話はね、あんまりしてなかったですね。聞くことができなかったでしょ。だから今回は聞いていこうかなと思って。そうですね、基本僕は結構ゲーム人間なんで、趣味でいうと最近だと結構友達に誘われてオンラインゲーム的なそうですね、一緒にゲームをしたり。じゃあゲームプレイしてるうちに平田さんと実は当たってたみたいなこともあるかもしれないですね。ゲームのタイトルはちょっと言えないですけども、そうですね、その中ではやってるかもしれない。いろんなゲームをされてるんですね。そうですね、結構目につくツイッターとかで見るようなゲームをちょいちょい触ったりはしてますね。まあね、ツイッターはされてますもんね。そうですね。そのツイッターを逐一チェックしてたら平田さんが何をしてるかっていうのは、いろんなヒントとかは出てると思います。こういうのやってるよっていうのね。わかるかもしれないですよね。まあ今回のラジオっていうのは、アニメオベミシーズン2第9話、友を思う時のアフレコ終了直後に収録しています。やってきました。番組を聞きの留学生の皆様はもちろんもうご覧になっていただいていると思うんですけども、今回平田さんはシメオンではなく、初代ヘンリーを演じられましたね。そうなんですよ。ヘビでしたよ。ヘビでしたよ。ヘビでしたね。いかがでしたか？最初ヘンリーって聞いた時、ヘンリーといえば金魚っていうイメージがあったんで、金魚役金魚喋んのって思ってたんですけど、どうしたらいいんやろうと思ってたけど、で内容見たらヘビ先代の方かって。そう初代ヘンリーの方でございましたね。ゲームでも確か出てたのは覚えてるんですけど、何話だっけっていうのを思ってアプリの1話1話って追ってって、ここに出てるやつやん。巨大なね。そうね。ただ
どんなキャラやったっけって再度確認をしようと思ったんですけど、ヘンリー喋らないんですよ確か。しかもなんかアニメの方はもうすごい可愛らしいサイズでね。そうですね。僕としてはどういう風に演じられるのかなっていうのをめちゃくちゃ楽しみにしてたんですけど、めっちゃ可愛かったですありがとうございます。第一声からめちゃくちゃ可愛くてテンション上がりましたね。いやでも、なんだったらそのシメオンで出してる低めの声よりもわりかしヘンリーの方が普段に近い高さというか出しやすいやりやすい方やったんで、いや僕ねヘンリーが、もうこれ聞いてる方はご覧になってると思うんですけど、ヘンリーが出て行ったじゃないですか。そうですね。部屋から出て行って、でなんか僕は窓からヘンリーについて語るじゃないですか。あっこのトークの試合、同じようなセリフを別の場所で喋ってるシーンあったじゃないですか。あのシーン好きなんですよね。幸せでいよよみたいなやつですよね。すごいなんかお互いの感情がマッチしてていいシーンに仕上がったなっていう風にとっても素敵なシーンになってるかなと思うんですけども、今回は初代ヘンリーでしたけども、第1話第3話でシメオンが登場したじゃないですか。そうですね。アニメのシメオンはいかがでしたか、平田さん的に。いやゲームの方で、ウルトラレアプラスのレアリティで動くシメオンが出て初めて動くシメオンを見たっていう感動と同じかそれ以上ぐらいのやつがやっぱりありましたよね。実際にねちゃんと映像として動くシメオン、動いて喋ってるシメオンくん初なんで、いやついに動いて喋ってくれた、感慨深いものがありました。会えたねっていう感じがありますね。ファンの皆さんが感じたような思いっていうのも本当同じような目線で僕も楽しみにしてそれを見てましたね。本当にシメオンが動いて、サイドキャラクターがね動く姿っていうのもねこのシーズン2の一つ魅力やと思うんですけども、今後シメオンがまたアニメの中で活躍してくれるのか、どんな活躍を見せるのかね楽しみですよね。楽しみです。今日は平田さんと濃いトークができると聞いて僕もワクワクしながらやってきましたので、早速始めていきましょうか。よろしくお願いします。はい、番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM、 オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。 Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルシーズン2スタートです。はい、発音がいいですね。ありがとうございます。こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。それでは今回も、矢口恭平っていう人が考案してくれた番組オリジナルのラジオネーム留学生ネーム、こちらをつけてふつおたを紹介していきたいと思います。いいですね、留学生ネーム。そうやっと恭平さんが考えてくれてついたんですよ留学生ネーム。あれですね、矢口さんが考案してくれたっていうのもここにそうですね、ついてくれるんですね。今後も使ってくれるのかなって心配してはったんでねつきましたね、使っていこうと思いますけども、じゃあ早速ふつおた紹介していきますか。じゃあ平田さんから紹介しますか。そうですね、じゃあまずこちらから、留学生ネーム、ゆめさんからのお便りです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。加田さん、平田さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつもありがとうございます。私はまだゲームを始めたばかりですが、シメオンのストーリーの出来栄えには本当に驚かされました。私は驚きがいっぱいあるストーリーが大好きです。お二人に質問なのですが、映画や本で好きなジャンルは何ですか？そのジャンルが好きな理由も聞いてみたいです。なるほどなるほどですね。好きなジャンルか。結構本や映画は見張るんですか？好きですよ。最近はね、なんかあんまりがっつり見れることも少なく読んだりとかね、もう少なくなりましたけど、昔からでも僕は歴史系のジャンルが好きですね。歴史ですね。小説もそうですし映画もそうですし、結構僕はなんですけど、推理ミステリーというか、なんか結構考えて、答え合わせしていくのが好きなんで。そうなんですね。なんでそれが好きなんですか？好きになったんですか？ゲーム好きなのもそうなんですけど、基本解いていくのが自分の中で好きで、だからあとは自分の中でその考えとは違うその、考察してるような段階見ていくのも、こういう考えあったんやみたいなのを見ながら楽しんでいくのがすごい好きですね。わかります。それはちょっと楽しいですよね。考察とか読むのいいですよね。考察大好きですね。僕も歴史系のものとか好きな一つに、いろんな人の考察、その歴史の大事件とか、そういうものに対する考察を読むとか好きであったりするので、そういうの面白いですよね。突き詰めていくっていうの。そうですね。楽しいですよね。続いてじゃあ僕紹介しますかね。では、留学生ネーム
卵焼きさんからいただきました。ありがとうございます。こちらですね、ありがとうございます。自分が演じているキャラクターに似ていると言われたことはありますか？私はキャラクターたちが声優さんたちに似ていると感じることがあります。質問です。あなたの性格と最も似ているキャラクター、最も似ていないキャラクターは誰だと思いますか？という質問です。似ているキャラクター。似ているキャラクター。そうね、僕似てるのはやっぱレビかなっていう気は自分ではしてます。僕も、趣味で言えば完全にレビ寄りの人間なんですごく友達になれそうだなっていう感じはありますね。そうですよね。もう圧倒的親友感がありますからね、レビアタンは。どんどんゲームで対戦していきたいですね。じゃあ似てないキャラクターは？似てないの誰だろう。誰やろうな。似てない。僕はね、アスモかな。なるほど。アスモほどなれる人間ってなかなか少ないと思いますよ。自分を好きになれる。すごいですね。自分を好きになってで我がじゃないですか。そうですね。あそこまで自分を押せる人間ってなかなかおらんかなと思いますけども、あなたは？僕はなんだろうな、収録の時のちょっと話でもやってたんですけど、あんま大きい声出さないので、そうですね、結構サタンとかルシファーとか怒る時にガッてなるキャラいるじゃないですか。ああいうキャラはちょっと遠いかなっていうのを感じますね。そうですね。平田さん今日のねアニメの収録でも一番最後のね、あまり叫ばないと。そう普段から叫ばないから言ってらっしゃいましたからね。うまくできるかなと思いながら。じゃああんまり怒りの感情とかそういうのでガーって前に出すタイプではないですね。じゃああれですね、ルシファーとかマモンとかもそうじゃないですか。そうですね。マモンとかもウェー言ってガーって叫んでるじゃないですか。ああいうタイプではないと。そうですね。いうことですよね、平田さんは。そうです。もう僕の感じている平田さんも温厚で、温和なすごい優しそうなイメージがあるんで。あれですね。結構シメオン自体にも僕自身近かったりはしますね。穏やかな感じがしてるので、そんなイメージがありますけども、もう一通ぐらいいきますかね。じゃあ平田さんどうぞ。では、留学生ネーム、プシフティングさんからのお便りです。ありがとうございます。平田さんへの質問です。シメオンの第一印象はどうでしたか？また平田さんのお気に入りのシメオンカードはありますか？なるほどなるほど。どうですか？第一印象。第一印象。僕らの第一印象ってあれじゃないですか。台本というかオーディションというか、その設定を見てどういう声を入れるかみたいな、その時の印象で言うともっとなんか渋いというか低めの声で、で色気たっぷり。なるほど。なんて言ったって背中の開きっぷりを見て大胆なね、大胆な背中、やべえ色気持ってるキャラだってなって、それに負けないように頑張って出すぞってなった今のシメオン。なるほど。お気に入りのカードはありますか？そのシメオンのカード一覧で僕は持ってないんですけど、ルシファーと2人並んでホームシアターでなんか映画見てってポップコーン食べてるっぽいようなカードがあるんですね。あれがすごい欲しいんですよ。手に入らないんですよ。ルシファーとシメオンの2人セットの絵が結構好きですね。なるほどですね。2人ともそのオフっぽいような普段見せないような顔もしてるのも結構ポイント高くていいですね。なんかそういうところもなんか平田さんのいいところが出てるのかな。なんかシメオン単体じゃなくて周りのキャラクターと一緒におるオフっぽい感じが好きっていうところも、関係性とかそんなんが好きっていうのもなんか平田さんっぽいなって思いました。ありがとう。なんとなくそんな感じがしましたけども、ありがとうございます。ということでこのコーナーでは留学生の皆さんから番組を聞いた感想やアニメを見た感想、ゲストへのメッセージや質問を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM テルミンをつけて投稿してください。テルミンの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーでした。コンビンスミー。ありがとうございます。コンビンスミーは可愛かった。可愛らしかった。かっこよくいけなかった。いいんじゃないですか。こちらは留学生の皆さんからオベイミーに登場する推しキャラへの熱い思いを投稿してもらうコーナーです。
はいそれでは早速紹介していきましょうかね。僕じゃあ、はいちょっと平田さんへのメッセージ、シメオンへのメッセージね、どんなん来るんだろう。紹介したいと思います、留学生ネーム B さんからいただきました。 B さん、はい、ついに平田さんがオタク FM に出演されるのを待っていました。ありがとうございます。前回のオタク FM ミニではクエスチョンラブのレコーディングで大変な思いをされたことをお話しされていましたね。私の大好きな曲の一つです。素晴らしい曲をありがとうございます。平田さんも曲もたくさん愛しています。ありがとうございます。熱いですね。愛されてるっていいですね。愛を実感している。実感している。愛を実感している平田さんがオタク FM に出演してよかったでしょう。よかったです。はい、これ押していきますか。もう押していくもう次回も出たいぐらい。次回も出たい。次回の人にちょっと交渉してみますか。次回のいけるかな。恐ろしい話ですけども。はい、では、続いてはどうしましょうかね。じゃあ僕が。じゃあお願いします。はい。では、留学生ネーム、はい、ソムニエラさん。ありがとうございます。ありがとうございます。レビーとっても可愛い。はい。最初はいつも MC に腹を立てているようで苦手だったけど、時が経つにつれてレビーの性格が成長していって、最終的に MC に心を開いていく過程が大好き。やっと可愛い一面が見えてきました。カダさんのおかげでレビーがますます好きになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやもうレビー自体が魅力的なんですよ。そうですね。本当に魅力的なキャラクターなんで、このレビアタンっていう存在に僕自身も成長させられてるし、ね、とっても僕も大好きなんで、こうやって皆さんが好きって言ってくれるのは嬉しいですね。レビの素直になれない感じいいですよね。そうね、わかるよね。なんとなくね、気持ちはわかるんです。すごいわかる。ソムニエラさんありがとうございます。ありがとうございます。僕ちょっとこれ読んでいいですか。そうですか。なんかありました？ちょっと読みたいです。はい、どうぞ。いきますね。留学生ネームみさんからいただきました。ありがとうございます。はい。いつもゲーム、アニメ、ラジオなど楽しく聞かせていただいております。私は今高校生なのですが、いつも学校でオベイミーをプレイしている友達と私の推しであるレビについて語ったり、友達はアスモ推しなのでアスモの素晴らしさについて聞いたり、ガチャを2人で引き合って楽しんだりしています。いつも楽しい休み時間にさせてくださりありがとうございます。レビは照れる姿が可愛くて、でもかっこいいギャップにやられて大好きになってしまいました。そしてカダさんの演じるレビが私は大好きです。カダさんのトークも楽しくて大好きです。歌も大好きで永遠にリピートしています。大好きなところはもっと言えるのですが、このくらいにします。最後にカダさん、レビ大好きですというね、ありがとうございます。僕なかなかこういうね、長文というか読ませていただくことないんですけど、そうなんですね。読んでて、めちゃくちゃ嬉しい気持ちと、なんやろ、嬉しい恥ずかしいですとっても照れちゃいます。とっても幸せな気分になってますけども、ね、休み時間にこうやってね、友達といいですね。高校で、学校で友達とベイミーできるって羨ましくないですか？とってもいいですよね。友達とリアルで共有しながらその場でガチャの引き合いとかも分かるんですよ。うわ、いいですね。かなり幸せ空間が広がってるんでしょうね。お互いの推し引けたらめっちゃいいですよね。楽しそう。めっちゃ楽しそうやな。ありがたい話ですよ。平田さんどうしましょう。そうですね、僕もではどうぞ。いいですか。はい、では、留学生ネーム、チョアさんからのお便りです。ありがとうございます。私の好きなキャラクターはシメオンです。優しくて親切で素敵な人です。彼の癒しの声を聞くときっと誰もが安心することでしょう。彼の笑い声は私の心をときめかせてくれます。普段は大人っぽいのにたまに子供っぽいところもあって、そこも可愛らしいと思います。私も機械が得意ではないので、シメオンが機械に苦労している様子は親しみやすくて可愛いと思います。私は彼の性格が好きなだけでなく尊敬しています。彼はいつも優しくて忍耐強くて、自分ももっといい人間になろうと思わせてくれるような存在です。私はいつも彼のカードを手に入れようと頑張っています。シメオンの笑顔を見ていると毎日が明るくなります。クエスチョンラブが大好きで、学校にいる間繰り返し再生しています。平田さんの声が本当に大好きです。声優さんやスタッフの方々の努力に心から感謝しています。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか。
ありがたいですね。いやこっちもそうですね。さっきの方と続いて学校でもねおべいみ楽しんでもらってて、いろんなところで家だけじゃなくて、そうですね。そういう楽しみ方ができるっていうのもね、そうですね。アプリゲームの魅力の一つやと思うんですけども、はいいいですね。いいですね。皆さんからの思いをこうやって受け止められる場所があるって。コーナーですわ。コーナーですか。急に関西弁急に関西弁コーナーですわってしみじみ言っていただきましたけども、ということで皆さんありがとうございます。ありがとうございます。このコーナーでは留学生の皆さんからおべいみーに登場する推しキャラへの熱い思いを大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM コンビンスミーをつけて投稿してください。コンビンスミーの綴りはアルファベットで CONBINCEME です。以上コンビンスミーでした。それではここで聞いていただきましょう。平田さん、曲紹介お願いします。それでは聞いてください。シメオンでクエスチョンラブ。飛び越すミスターマリン、この先の未来、そうだなやっぱり君と一緒に過ごしたいな。俺にダイブしてよ、何もそれなくていいよ。掴みきれないハートちゃんと君が揺さぶり起こしてね。踊るアップアンダウン、二つの心今触れ合って浮かぶクエスチョンマーク、それってもしかして恋してるの？ねえねえ照れちゃってるのよ、こっち向いてごらん。ねえ二人は結ばれる、また明日も会える。いつも過ごすゆるりふわり、実は気分やのらりくらり、深く思い合うのない、かなる時もさせないくらい、手をめ胸の内秘めるもの、うまく伝える術を教えてよくレスペて、君に余すことなくあげるよ。望む順選ぶ屈託のない笑顔100点満点、迷わぬアンサー、大人心気づいてるよ。ねえねえ本当に大丈夫、ずっとじっとしていられる。ねえ恋に落ちてみる、また明日も会える。クエスチョンラブ、物語のエンディングはどうしても君と一緒がいいな。弾けるバボその中に君の笑顔、もう本当の気持ちをごまかしたくないよ。ロンレンもう寂しくさせないよ、愛で温めてあげよう。かなり夢中でモード、もっと君と密なスペース、踊るアップアンダウン、二つの心今触れ合って浮かぶクエスチョンマーク、それってもしかして恋してるの？ねえねえ照れちゃってるのよ、こっち向いてごらん。ねえ二人は結ばれる、また明日も会える。やあ、映画祭にゴースト祭り楽しんでくれてるかな？実を言うと俺はまだ遊び足りない。
君との思い出をもっとたくさん作りたいから、最後まで一緒に楽しもうね。ナイトメアイベントの復刻もやってるみたいだから、よかったら覗いてみて。そうそう、アクゾンで期間限定の反省会アイテムも出てるよね。君と二人きりの時間を過ごせるのすごく嬉しいんだ。俺に会いに来てくれるって期待していい？また帰ってきた即興嘆きの館劇場。ありがとうございますよ。こちらはオタク FM ゲスト陣からのこんなシチュエーションの話が見てみたいというリクエストをもとにオリジナルストーリーを制作し、ゲストと僕が読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。前回のオタク FM アニメ&チルでは留学生の皆さんからアイデアをいただいていましたが、今回のシーズン2ではゲストのリクエストをもとにお話を作ってみようと趣向を変えてみました。そして今回は平田さんの要望を踏まえてシナリオが作成されたわけですが、仕上がりはどうでしょう？いやもう見て、僕の欲しかったストーリーが、準備していただいたので、すごく読むのが楽しみです。もうじゃあ出来栄えは仕上がりはもう大満足ということですか？そうですね。いやもうずっと気になってたんですよ、シミオンのこの部分をどうなんだろうっていうのを。なるほどね。個人的に気になってた部分が、じゃあそれをちょっとどうですかって投げてみたところ、100点満点の答えが返ってきた。120点です。なるほど。どんなストーリーが気になるでしょう。じゃあ始めていきますか。やりますか。今回のタイトルはこちら、シメオンの嫌い。レビアタン、何をそんなに怒ってるの？可愛いって言ったからだよ。可愛いって言ったら怒られるような言葉だっけ？違うけど、タイミング。タイミング？そう、この間僕がバルバトスに嫌いなものを聞き取りされてた時、横にいたでしょ。今度やる戦場パーティー用のアンケートね。あの時僕が嫌いなものを言うたびに笑ってたよね。嫌いなものが異常に多かったし、一つ一つがすごく細かかったから面白くって。それに最後リア充っぽいのはやめて、リア充っぽいパーティーなら出ないからって言ったからさ。言ったから何？リア充っぽくない戦場パーティーってどんなのかなってでも笑った後に可愛いって言ったの、あれやっぱバカにしてるよね。してないよ。いや、嫌いなものを聞いて可愛いっていうのはバカにしてないと出てこないよ。そんなことないんだけどな。むしろ好意的な意思表示なんだけど、自分のことだとわからないのかな。じゃあ例えばさ、ディアボロがピクルス嫌いなの可愛くない？少し安心するっていうか。なるほど、わからないでもないけど。完全無欠のディアボロだけど、あれがあるから親しく感じるでしょ？なんか言いくるめられてるような。そうだ、じゃあ嫌いなものを教えてよ。僕もシメオンを親しく感じたいからね。それね、すごくいい提案だし教えたい気持ちはあるんだけど。何？ないはあ？いくら天使だからってそんな成人いるわけないでしょ。パソコンは？得意じゃないだけで嫌いとは少し違うかな。今少しずつ勉強中だし。一つくらいあるでしょ。いや、ない。嫌いかどうかって考え方一つだからさ。嘘だね。僕に教えたくないだけでしょ。いや、本当にないんだって。よーし、わかった。じゃあ今からこれをやろう。体験型ホラーゲーム、超絶不快村。これかぶって。不快っていうのは不快に感じるの不快？そう、とにかく生理的に受け付けないものが次々出てくるから、クレームと返品が続出したっていう悪名高いゲームでね。僕も買ったんだけどやってなかったんだ。かなりひどいらしいよ。面白そうだね。
そんなこと言ってられないから、絶対に嫌いなものが見つかるよ。必ず見つけて笑ってやるからね。始めるよ。設定は病院の廃墟みたい。怖いな。どう？嫌いじゃない？僕は大嫌い。全然。病院の廃墟ってことはどこかに新しい病院ができたか、あるいは地域の病人がいなくなった可能性もあるね。素晴らしい。随分ポジティブだね。そもそも病院は病気を治したいって気持ちが形になったものだから、たとえ今は機能してなくても素敵な場所だよね。好きだな。好きまで行くんだ。まあいい、進もう。うわー、暗いな。なんか生暖かい風が流れてきてない？嫌だなあ。これは嫌いでしょ、さすがに。密室なのに風が吹いてるから不気味で嫌いってこと？それとも生暖かいから？気持ちのいい風だったらよかったけど嫌いではないかな。むしろどこから吹いてるのか、なんでこの温度なのか興味があるな。へえ、なんかシメオンといたら僕まで少し平気になってきたかも。うわ、なんだこの足元。ゼリー状の何かを踏んだよ。気持ち悪い。ほんとだ。なんだろうねこれ。最悪だ。シメオン、さすがにこれは嫌いだよね。何がおかしいの？だってこれまだ何なのかわからないじゃん。それなのにもう嫌いって決めつけてるから。感触が気持ち悪くて嫌いってことなんだけど。いきなりで驚いたけどまだ嫌いとは言い切れないかな。で結局何なのかなこれ。きっとゾンビの体液とかじゃない？ゾンビの体液ってゼリー状なんだ。だから血行が悪くて香りも悪くなっちゃうのかな。すぐ興味の方に行っちゃう。これも平気か。先に進もう。うわー、大量の雲、体に登ってくる。やめてすごい数だね。どんどん登ってくる。これはさすがに嫌いだよね。全然。首から顔に痩せ我慢でしょ絶対に。いや平気だよ。だって単に大きさの問題じゃない。どういうこと？うわー、気持ち悪い。雲たちが登ってくる前から体にはいろんな菌がいるんだよ。菌だって生物でしょ。それがちょっと大きい雲になっただけじゃん。いや、とてもじゃないけど。そんな風には思えないよ。それにさ、もっと言っちゃうとゲームでしょこれ。ちょっとシメオン、やめ終了。シメオン、それを言ったらおしまいじゃん。せっかくホラー型体験ゲームってことでプレイしてたのに。ごめん。でもゲームじゃなくてもどれも嫌いじゃなかったけど。そうなの？そりゃすごい。わかった、認めるよ。シメオンには本当に嫌いなものないんだね。そうなんだ。ごめんね。仮に一瞬は嫌だって感じることはあったとしてもね、それがどこから来たのかを考え始めたら結局嫌いにはならないんだ。だからみんなが嫌いって感じた後にそれを嫌いなままでとどめてしまうのが不思議なんだよね。興味持てばいいのに。いや、そんなに簡単に全てがうまくまとまらないでしょう。ねえ、なんか大声出したらお腹空かない？確かに。なんか食べようよ。けど今この間ソロモンのご飯食べさせられた時に持ち帰りにしたフルコースの残りしかないかも。なんか言った？これ食べないよね。いらないよ。あれれ？もしかして嫌なんじゃない？嫌いなんじゃ。どうだろうね。じゃあまた来るよ。バイバイ。ちょっと待ってシメオン、嫌いなものないんでしょ？食べていきなよ。バイバイ。シメオンも可愛いじゃん。待てー。
はいということで、はいお聞きいただきましたけどもいかがでしたでしょうか。楽しかったですね。平田さんこれちなみに、はいこのリクエストはどういう風にリクエストしたんですか。オベイミーのそのキャラクターのプロフィール一覧見た時に、うん、シメオンの嫌いなものなしって書かれてるんですよ。はい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 。で本当に嫌いなものないのかとか、あとゲームやっててもあんまり出てこないじゃないですか、そういう描写、苦手なものとか、なのでこれをどういう風に掘り下げてもらえるのかっていうのを楽しみにしてお願いしてみました。素敵なリクエストですね。はい、いやーでもねないっていうのが分かった。でもやはりそれでもそのものの料理は叶わないっていうねそれはあったということで、いやなかなか面白かったですね。面白かったです。素敵なリクエスト新しい一面が見れたというかね、これ平田さんのこのリクエストも素晴らしかったしね、物語も素晴らしかったし、めちゃくちゃ面白かったんじゃないですか。そうですね。またやりたいですね。やりたいです。はい、ぜひまた帰ってきた即興嘆きの館劇場のように、平田さんも帰ってきてください。帰ってきてまたね次のねはい時にはね、やりたいと思います。次の時にはってまた次回ねゲストに来ていただきたいと思います。はい、お願いします。はい、以上また帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。お送りしてきましたオタク FM アニメ&チルシーズン2ですが、そろそろお別れのお時間です。平田さんいかがでしたでしょうか。いやもうこのエンディングの時間なのかって思ってしまうぐらい早く感じましたね。あっという間のお時間でございましたか。前回ミニだったんですけど、あれ今回もミニじゃないのってぐらいには本編かと思えないぐらいあっという間に終わっちゃいましたね。いや楽しかったですね。そうですね。でも今回はお便りとかも、今回紹介しきれなかったのも含めてですけど、たくさんいただいて見ることができたので、すごい楽しかったです。楽しかったですか。幸せなお時間でございました。幸せでした。いやねこんな時間がずっと続いていけばいいんですけどもね、またやりたいです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。そして次回のオタク FM ですけども、アスモデウス役の三浦愛夢さんが遊びに来てくれます。愛夢さん、はい、果たしてどんな回になるのかと、そうですね、いったところでございますけども、次回のアニメ第10話なんですけど、プレイボール悪魔の全員野球、こちらは突然の野球会になっているとのことです。ついにオベイミーに野球会がやってます。野球会があるゲーム、アニメは、神アニメって言いますからね。そうやろ。ほんまですよ。そうなんですか。大体唐突な野球会が入るんですよね。はい、そういうアニメは神アニメ。神アニメなんてカニアニメカニアニメ言ってましたけどもはいということでね、どんな話になってるのか、どんな野球になるのか、いや楽しみですね。楽しみ。この悪魔の全員野球、悪魔たちが何を、まともな野球になるのか、いや楽しそういったところにもね注目していただいて、本当にちゃんと野球をやるのかといったところにもね注目していただきたいですけども、シメオンはちなみにどういう立場に出ると思いますか。シメオンでもなんか打つよりも、かっこよく守備決めてほしいですね。なるほど。ファインプレーをするから、しかも涼しい顔でしれっとやってほしいですね。いいですね。そういった場面を期待しておきましょう。ということで、オタク FM のアニメ&チルシーズン2ですけど、お別れのお時間です。平田さん、最後に一言どうぞ。また絶対ここに来るので、皆さん楽しみにしてください。楽しみにしててください。はい、ありがとうございました。ということで、ここまでのお相手はレビアタン役の加田聡とシメオン役の平田優でした。バイバイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。
アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。